はい、どうも、カッパ園長です。じゃあ、今日こちらで最後のニュースは、いろいろもろもろ韓国からの日本へのこの不満というか、不平不満文句の数々ですかね。スポーツ、例えば、なんかパリ五輪への出場資格が全然確保できねえじゃないかと。それをなんか日本のせいにしてみたり、あとこれ連日車の話をね、ニュースをね、このトヨタ発信というか、日本のこのトヨタ自動車、ね、と比べながらお送りしてきましたけども、このなんか電気自動車、韓国製のこの EV ですよね。電気自動車売れねえじゃねえかよと。それもなんか日本のせいにしてみたりとか。なんか電気自動車の中古車価格がどんどん下がってんだって。それがなんか日程のせいらしいんで。あ、そうって感じ。あと最後はなんかこの K-POP みたいな。これもなんかななんか K-POP ファンの心を掴んだと。もう日本でこの、今度こそ第4次韓流ブームがね、根付くんだ。根付くといいな。いや、根付いたに違いないっていう、そういうお話かな。あとこの韓国コスメとか、そうですかね。日本人観光客、だから日本から韓国に行った人の話なのかな、これ。日本国内の話じゃないのか。韓国コスメ、日本製よりも種類が豊富って、日本の若い女性たちが喜んでいる風の、話か。これも何回も見てるからな。なんかいまだにその手が通用すると思ってるところがもうなんかね。うん、いいか。とりあえず順番に見ていきますか。しゃあねえな。じゃあなんかパリ五輪の話から見ていきますか。韓国のこの団体、特に球技ですかね。サッカーとかバスケとかあの辺が各国に連戦連敗していると。で、危機的事態だと。で、パリ五輪への出場資格が全然取れてないぞと。どうなってんだよと。今まで通りの伝統のこの審判買収とかなんかそういうのをやればいいじゃないですかね。韓国スポーツ界が緊急事態にだって。へ中国で開催されていた女子サッカーのパリ五輪、アジア二次予選で、韓国女子代表は中国とのグループステージ最終戦を、1-1で引き分けたと。で、これによって B 組2位にとどまり、最終予選は進出ならなかったと。韓国女子サッカーの悲願である初のオリンピック出場はまたしても叶わなかったんだって。勝負はね、時の運って言うじゃないですか。サッカー女子代表だけでなく、韓国の団体球技は、来年のパリ五輪大会、本大会への出場資格を確保するのが難しくなっていると。今アジア予選の敷居を超えることさえ容易ではないと。で、投げていると。女子サッカーに加えて男女のバスケットボールはすでに可能性が消えて、最終的な世界ランキングで決まる男女バレーボールも出場は絶望的だと。ここでサッカー、バスケ、バレーボールがダメだと。で、男子ハンドボールは先月27日、格下と見ていた日本にアジア予選決勝で、23対34と敗れ去ったと。ハンドボールももう勝てないですからね。で、女子ハンドボールだけがなんとか名目を保って本大会行きを決めている状況だと伝えていると。ただ今後も厳しい戦いが続くと予想しているみたいで、来年4月にアジア予選が行われる男子サッカーは、期待値が高いが、男女ホッケーは来年1月の世界予選を突破しなければならず、今年18から19日、今月か、に行われる7人制ラグビーのアジア予選では、日本と香港の壁を乗り越える必要があると展望したと。で、その上で韓国の団体球技は、国際的な競争力が著しく低下している。このまま残る競技の五輪チケットが確保できなければ、男女バレーボールだけが本大会に出場した76年モントリオール以来になると。じゃあいいじゃないですか。ね。で、史上最悪の結果になるかもしれないと。危機感を募らせているんだって。だからなんだって話なんですけど。ちゃんと練習しないからじゃないですか。
ね、要はあれだよ。ね、イカサマこけなくなったからだよ。VAR のせいで。一番はそれですよね。要は例えばサッカーだったらもうテコンサッカーとかさ、ね、ああいうなんかこの審判の見てねえところで反則、それができなくなった、ごまかしが効かなくなったっつうだけじゃないですか。だから他の国地域のね、日本を含めた他の国地域の代表にしてみれば、やれやれ、これで普通になんかこのやっと試合ができるなって。ね、サッカーならサッカー、やっとサッカーができるなって。それだけじゃないですか。まあそれでもね、なんかかつてのスター選手がね、ああでもね、こうでもねとかさ、ね、もうだって日本側にさ、例えば日韓戦とかってなんかピンとくるものなんもないでしょ。そうなんだ。なんか怪我しないといいですねとか、せいぜいそんなもんだよね。でも相変わらず日本のこの反日、マスコミとかなんかはさ、ね、絶対に負けられない戦いとかさ、ね、この宿命の対決とかさ、ね、そこまでなんか特別意識する相手でも何でもないですよね、別に。ね、それは試合なんで、ね、勝つ時もあれば負ける時もあるでしょうよ。ね、それは勝てば嬉しいし、負ければ悔しいし、それはどの競技の、ね、どこの国が相手だろうが、ね、それは変わんないと思うんですけども。だから別に韓国だけは何が何でもなんていうのは、日本側にはもう多分そういう発想ないでしょう。ないと思いますよ。ね、ライバルでも宿命の、そんな存在ないですからもう、ね、全ての競技においてそうだと思いますけどね、韓国側は違うんですよね。たとえじゃんけんでも日本には絶対勝たなきゃいけないんで、だからまあそういう発想、ね、別になんかよその何かと比べてどうこうとかっていう話をするつもりはないんですけども、もちろんなんかこのね、世界、例えばサッカーだったらワールドカップ、ね、出場する国地域、別に日本だけじゃないんだからさ、もうちょっと広くなんか世の中、俯瞰する、ね、まあなんだろう、そうだな、だからいまだにこの昔の、だから日本でいうこの昭和の頃のね、アジア地域でこのスポーツができるのは日本と韓国でちょっと落ちて中国ぐらいだったっていう、その頃の状況がいまだにこの引きずってんじゃないの。だからほら韓国は昔は野球もサッカーも強かった時があった。ね。で、なんかこの、だからあれだ。バブルがとっくの昔に弾けちゃってるのに、いまだにこのね、あの頃の俺はよとか言って、ね、なんかこの赤ちょうちんで管巻いてるような、ああいう発想ってことか。先進めよ。立ち止まって振り返ってねえでさ。ちなみに韓国でオリンピックに出られる団体競技って何かありましたっけ？さて、じゃあ続き後半サロンの方ではね、電車の話か、あるいはなんか、K-POP の話か、なんだろう。まあ時間があればね、ちょっと両方見ていきましょうかね。今回は以上です。